感じに盛り上がっててよかったですね。この流れのままいい試合をしたいです。はい。おはようございます。いよいよっすね。絶好調ですよ。でもやりますよ今日は。打撃ある程度やりながらテイクダウンいって、寝かして削る。2ラウンドの終盤あたりで、チョークもしくはバックチョークで、仕留められるっていう展開の練習をずっとやってたんで。どうやって倒すのっていう弟をあの人の持ってる武器で客観的に見てね、別に怖さはない相手かなと思いますけども、テイクダウン入った時に多分びっくりすると思うんですよ。あ、こんな強いんだっていう腰が。パイ君が勝つのかなと思いますよね。大木久保選手はちょっとビビりが入ると距離を潰せずに負けちゃうかなとは思うんですけど、普通の試合してちゃダメだなっていう泥沼にちょっと引き込んでやろうかなと思います。会場でお客さんを入れて試合ができたこと本当に嬉しかったですね。やっぱこれだよなっていう感じでしたね。ブラジリアン柔術界の至宝ロベルト・サトシ・ソーサ。さあ出番だぞ JGB のお祭り男、見せ場だぜ八千祐介。 G 君の先生とかと出会ったりとか、やっぱ使える技術は間違いなくあるんで、それを試合に出したいっていうのはありますね。ファーストコンタクト注目ですねという話でしたね。さあまずは拳を合わせます両者。左足前の構えが背中ホベント・サトシ・ソーサ、そして黄色いスパッツが八千祐介です。右足前です。右のローキック軽く放っていきました。これでパワープレイ来たっすよね。来た来た。右のローキックです。こうカーフキックですね。ハイキック。おっと足上がるね。打撃切れますね。さあテイクダウンまず倒すかどうか。倒せばそうサトシ・ソーザのフィールドです。来ました。さあ充実地獄が始まった。これは本当に私のプランですね。もうちょっと打撃使ってその後グラウンドできて圧でやられたかもね。だから組み行くんかもう逃げるんかのその狭間でちょっと迷ったかも。青木さんに近いからしたマウント取れた時のキーもすごい強かった。絶妙な力だったから足もかかんないしエビも力強くできないし、ちょっと見せてエビとか思ったらもうこのプレッシャーのここまで完璧な戦い遂行しているサトシ・ソーザ。早くも決めた。これがブラジリアン柔術。すげえ力さ感じちゃった。サトシ・ソーザレフリー止めた。なんだこれはブラジリアン柔術家サトシ・ソーザパウンドアウト。化け物だね。何にもさせないんだもん。何もできなかったよ。こっからまたね一つ一つ倒してってライジのライト級トップ戦線にね絡んでいきたかったんですけど、最初の最初でまたこけてしまったんでどうすればいいのかって感じですかね。ちょっと正直何も今試合に関しては考えられてないかな。ありがとう。ありがとうね。いやいや、そういうことないですよ。足が強いじゃん。足が強いじゃんって何のフォロー。ああ、そうだそうだ。一発山津に入って、これでパワープレイ来たっすよね。Ah, filha!家族で。Oi, minha filha! Viu, minha filha? Papai lutando? 来神のベルトでまた日本に戻りたい。これは本当に私一番欲しい。いつまだわからないけど、多分ちょっと時間かかるけど、もう本当に来神のベルト日本に戻りたい。例えば UFC に行きたいとかって思ったりすることはあります？いやみんな心配しない。ずっと日本で来神で絶対に戦うやろう。世界に見せてライズに戻ったぞ。田島勝正 MMA15 戦14勝の高勝率です。12の一本勝ち。シンガポールのレベル FC フェザー級チャンピオンに輝いています。こちらは第10代プロフェッショナルシュート世界フェザー級王者
斉藤豊、リオンたけし、高谷博之、国内の第一人者たちを一人ずつ下してまいりました。右のパンチ入りましたね。自分の右のショートフックが顎に入った気したんですけど、そのままこう組みつかれてしまったんで、向こうに得意な展開というか、ああいう展開になることも想定してたんで。外行くな、外行くな。真島選手の圧力のかけ方がすごいうまいなという今印象です。このクラッチ取らせたら強いなと思ってたんで、ちょっと我慢の展開続きましたけど。1ラウンドで多分向こうもだいぶ削れてるっていうか疲れてるのも分かったんで、2ラウンドから反撃できるように。抑え込まれてるんで、体力の消耗は斉藤選手の方が激しいんですけど、でもその中で、すごい力は使ってなかったなという印象です。黒基調のトランクスが斉藤豊、シュートの世界王者に対してシンガポールのレベル FC 王者、青いトランクスの真島です。タックルに行く、帰っていった、蹴り上げた、どうだ、ダメージあった、もう一発入った、さらにパンチ。自分自身予想してなかったですけど、自然に出たのでいいタイミングで、技が出せたと思ってます。膝、この攻撃許されています。もう一発、これで終わった。第2ラウンド開始直後、あっという間でした。第1ラウンドの攻防から打って変わって斉藤豊、リクル選手、今の思いはいかがですか。これがフェザー級の1位の戦いですか。俺がやってやりましょうかね。タイミングが合えばお願いします。小さくうなずいた桜選手でしたけれども、皆さん、ライジンフェザー級盛り上がってきました。今一度斉藤選手に大きな拍手をお願いします。僕が挑戦するというよりは、彼がやりたいって言うんであれば対戦実現するんじゃないでしょうか。自分からやらせてくださいみたいなのはないです。遠藤さん、やりました。ありがとうございます。遠藤さん、取ってきた人いますかね。絶対落とせなかった。青い陣23歳、対する43歳ボーク鋼鉄、いきなり右振った、ガード下げた、前から右のローキックで左入った、打ってくる、23歳のパンチ、43歳バックス打ってくる、さあしのげるか、ボーク鋼鉄、左を刺した。この戦いをリングの下では妻エリさん、そして9ヶ月になる愛娘、一人娘の銀ちゃんが見ています。ボク選手は右を狙ってるでしょうし、出た、これだった。そのビッグパンチあるか、左入った、かかと、おっと間一発だ。最後の最後、左回し蹴り、かかとが入ったか。さあしかし戦いは判定です。お互いに譲りませんでした。青い、よって勝者青いチェー。でもまだまだこれからフェザー級の戦っていくには実力不足だと自分では思ってるんで、もっと練習してもっともっと強くなってまた復帰しようと思います。いやー、意外なのに待ってます。これで戦いの螺旋から降りることになるのか。悲しいな。本当はやりたいですけどね、大好きだから。だけどまあいろんな人にも迷惑かかるしね、だからまあいい加減夢は追っかけずにと思ったり、まあまた悔しくなってよしやろうってなったりじゃないですかね。どうしたらいいかわからんようになってるって。小坂さん、フェイントいっぱい入れてますね、中村。沢本選手がフェイントに反応しているので、うわ、膝なかなか出られない沢本。
石原やシャボー選手声を送っています。片足タックル、それでも捉える。いやよく引き抜きました。高田さん、やっぱり違った武器いろいろあって面白いですね。左だ、パンチ当たった。打撃の中村に打撃で当たりましたね。澤本のパンチだ。おいおい、これでちょっと僕は一線を退きます。ちょっと引退っていう文字もちょっともう浮かんできたんで、もうあかんのかなとか、ちょっといろいろ気持ちの整理をして、宮田先生も今まで僕をこうやってライジンの舞台に出れるように育ててくれてありがとうございました。まず中村選手と試合できたんで、他の選手と、まず試合を組んでもらえるようにまたアピールしていきたいと思います。どうですか？いや、気持ちいいですね。もう今日殺します相手。違いますか？結構会見から強い言葉が出てますよ。伊藤選手、かませになってくれてありがとうございます。伊藤選手には悪いですけど、僕の相手じゃないです。勝ってる試合全部判定じゃないですか。つまんねえ試合してんなと思うんで、来年中にバンタム級に行ってトップどころでやって、ここから先手打っていこうというところでしょうかね。そうですね。ただ、タックル合わせた。まずグラウンド。うわ、これバックマウント。今のも相当、いや取り返した。多分伊藤選手、今のは上取れると思っちゃったのかもしれないですね。でもまた白い回、で、そうなんですよね。もうお前の試合だ。もうお前の試合大丈夫、焦らなくていい。大丈夫だよ。足払いだね。払っていきますね。もう一回今度は内股仕掛けて、一旦ステップでかわします伊藤です。前しか出てこないから後ろ取れないから、取れないから。飛びザーキャッチした。それをギロチンジョーク。新竜のフィールドなのかどうか。いや、これは多分いけ。まだか、どうでしょう。小坂さん、これ。ちょっと。突破。PK。電光石火。決まっちゃいましたね。来ましたね。いや、新竜誠。ここだっていうところでもう出し切ったですね。というアジャスト能力。伊藤からチョーク取ったか。一本勝ち。いや、でもまだまだっすね、俺。まだまだです。長いっすね。やっぱり力動かないと力んじゃったらでしょ。パンチもできます。やっぱ開いちゃうとダメっすね。いやー、聞いた。ありました。いろんなこと言っちゃって。全然。また練習お願いします。ぜひお願いします。ありました。今までやっぱ全部判定だったんで、絶対に何かしらで取らなくちゃなっていうのは自分にも言い聞かせて、とりあえず取れたのは褒めたいと思います、自分で。でまだやっぱり体がバンダムだとやっぱちっちゃいんで、ちょっとずつ体でかくしていって、いつかはバンダムでやりたいなと思います。お互いゴングと同時にコーナーをスルスルっと飛び出してまいりました。一瞬タックルに入るフェイント、2段の膝蹴り勝ち上げた。そこから足首スコップタックルに入ろうという渡辺です。打撃に付き合わずにタックル来て、バック取ってチョークっていう形が、相手の得意なところだと思うので、いろいろ対策してきました。力が伝わってくるね。もっとガンガン打撃で来るのかと思ったんですけど、タックル入らせて切るのに専念してたなっていうのが終わってからの印象ですね。バックにつくこのコントロール。バックバレた？
さあひっくり返して逆にチョーク決めてある、そんな戦前発言もありました井上です。得意技でやってやろうみたいなあったんですか？その展開だったらもうそうしようとは思ってましたけど、いや、僕がサポートしてあげると結構ガブる練習はしてたんですよね。でそこからバック回ってっていうのは結構一緒にやってたんで、なんでそこからの流れはもう彼もバック得意なんで。石渡さんどうですか？決まると思います。どうだ苦しそうだ渡辺、決めるか井上、千切りと逆マジカルチョーク、いや摩天楼チョーク炸裂。井上タックル切られて場所が悪かったですね。前がコーナーで動けなくなっちゃった。詰まっちゃった。ごめんね。ごめん。本当はもっと強いんですけど、ちょっとなんか出せ切れず終わっちゃったって感じですかね。皆さん、こんなもんじゃないんだけどね。僕たち本気で格闘技やってるんで、今度は2人で一緒にライジンに上がりたいです。いや本当にありがとうございます。インターバル何もやんなくて済んだ。今は石渡選手とやりたいと思ってますし、そこで戦ってもし勝てたら本当に次は朝倉海選手とか荻原選手、本谷選手、堀口選手も挑戦していきたいと思ってます。どんな展開、どうなるのか、負けたら負けだすなるようになる。今大沢健二代表のウォイフルスイングに対してプレッシャーかけろという声が小坂さん聞こえてきましたけれどもね。そうですね、はい、おっと当てれる距離になる。ヒットをするか左蹴ってくれる合わせろよ。なんか自分がミドルとか蹴った時にそれを狙ってるぞみたいなこと言ってたんで、言い当てられてるというかちょっと嫌な感じがありました。おい、いけアップ当たるよお前。さあ近づいてガードを固めて飛びた。入ったここからパウンド。なんと打撃でしたねか。パウンドを右右の交渉、顔面に叩き込んでいきません。今まで1回も出すそぶり出してなかったですね。左のストレートを放っていきます。しかし決定打には至りません。いいよという大沢健二代表の声が聞こえてきました。そしてローキーバックを見せる。そして首突きに行こうか。ここでギロチンか、ギロチンに捉えた。ギロチンに捉える。ギロチンチョーク。さあここから決める。ギロチンチョーク決まった。技のデパート。グラップリングアーティストの手抜き。見事餌巻きからのギロチンチョーク。プラン通りって感じかな。ロイフルスイングを仕留めました。いや最高。いや本当ありがとうございます。いや嬉しい。嬉しいな。そうですね、やっぱ久しぶりにこういう大舞台で試合できて、楽しいというか本当ありがたいなと。荻久保選手ともまたしたい気持ちもありますし、石渡選手ともウルカ選手ともしたいですし、ワンダムの選手全体的にしたいです。最終的にはベルトにたどり着ければなと思ってます。初代王者堀口教授、第2代王者マネル・ケイク、3人目ライジンバンタム級のベルトは今夜どちらを選ぶ。昨年大晦日石渡との激闘を制し王座挑戦権を勝ち取るも王者ケイプの離脱。いつもそうでした。でも朝の来ない夜はない。荻久保博正33歳です。負けた後の僕は本当に強いですよ。快進撃から一転、奈落の底に落とされた大晦日から7ヶ月です。革命のアウトサイダー朝倉海26歳です。2回連続までタイトルマッチってまずなかなかできないと思うし、もしここで落としてたらもうこの先ないなって思ったんですよね。格闘技人生はもう終わりだなみたいな感じだったんですよ。だから本当にかけてた試合というか。
リミット 61kg、 ライジン最強の証、このベルトを腰に巻くのは朝倉海か扇久保博正か。タイトルマッチ宣言みたいな、あれ聞いてる時にちょっとなんか打撃でいこうなんか勝手に思っちゃって、鶴谷さんとの作戦とは全く違う戦い方をしちゃいました。さあ運命のゴングが鳴らされました。勝った者がバンタム級のベルトを巻きます。赤いトランクスが朝倉海です。グリーンのスパッツ左ローキック出していったのが扇久保博正。身長差があります。160センチ扇久保、172センチが朝倉海。改めてちょっと作戦打撃で勝負しようってことで、リーチの差とあとスピードの差があるんで、僕だけ当てれてその扇久保さんが届かない距離っていうのがあるんで、そこをずっと支配し続けようと思ってボクシングをする練習を増やしました。ボクシングばっかりやってるからだよみたいな声もちょっとあったじゃないですか。やっぱりまだ足りない部分ってすごいあったっていうのに気づいて、もっとみんなよりも突出したボクシング技術を身につけようと思って、あえてそこの時間を長く取りました。最初やっぱり朝倉選手強いっていうの分かってたんで、2分ぐらいがそこはまあ打ち合いとかせずにいなしながらというか、ボディから左フック返していった。唯一これが効きました。ボディ食らっても僕効かない自信があったんですけど、本当に効いたんですよね。さあ高田信彦さん、いよいよですね。いよいよ来ましたね。もう高ぶりますよね。高ぶります。この異様な緊張感がね。ピアアリーナがこう緊張してますね。左ハイキック。ボディで意識が下にいってるから上を狙おうと思ってハイキックやったんですよ。膝回ると泳げば膝回るかな。左膝入る、左膝でその中で飛び込んでくる左。打撃でその苦しくなるとまず下を向く、頭を下に下げさせといて、アッパーと膝蹴りっていうのを狙ってました。飛び膝は絶対やってくるだろうなっていうのはずっと思ってました、で足キャッチしたんですけど全く取る気なかったんで、いつもならもっとこう膝ついてガーっていってたと思うんですけど、打撃でやるって決めちゃってたんで、ボディ膝がボディ入ってアッパーきた。いやすごい。ボディあります。鶴谷宏エンターテインメント左フック。入りましたね。左膝コーナーに追い込んだストレート。相当いいの入ってんのに顔にあんま出さない、結構すごいですね。自分の動きをするっていうより朝倉選手の動きにいっぱいいっぱいになってたと思います。なんかこう次のラウンドにつなげる何か、なるほど、タックルで組めるなり、相手の攻撃をしっかりかわす。マジで記憶がないんですよ。そうです、これでもう聞いたって分かったんで、ああもう終わらせようみたいな。3つ目。いや俺入った。さあここで決めるか、もうフィニッシュか。残りは33秒。きついですね。蹴り当てるか。当てるか。レフリー止めた。やはり1ラウンド決着だった。朝倉海負けた後の朝倉海は強かった。第3代ライジンバンタム級王者、その名は朝倉海です。いや本当は去年の大晦日に取りたかったんですけど、皆さんお待たせしました。多分みんなが見たいカードって僕と堀口選手の試合だと思うんで、実現させてください。ダメだ、もう頑張れない。本当に終わった瞬間はやめようと思いました。もう何も考えれなかったです。メインは閉まったさ。
正直盛り上がってました、メインの仕事できたかな、それがちょっとパラシャ松園のもう本当キャプテンみたいな存在なんで、みんなが悔しいと思います。ある程度は僕らこういう戦った方がいいよとは話しますけども、彼はもう打撃で行くって決めたらしいんで、朝倉選手の得意な分野で思いっきり勝負してしまったと、みんなハテナだと思うんですけども、彼はそうやって戦いたいって決めたので、まあその結果です。負けてね、ここからまた復活してってずっと繰り返してきたから、負けてショックが大きければ大きいほどまた強くなるから、それをしっかり支えるのが僕の役目なんで、これでは終われないです、本当に。這い上がるところを見てほしいです。全然ゴールじゃないですね、ここは。ここからですよ。目指している部分が、ところが違うんで、やっぱり。僕がライジンを背負って世界に挑戦して、そこでトップを取るっていうのが日本の希望なのかなと思ってるんで、それが、僕がそれを実現させたいなと。日本を代表する選手、最強の選手にね、これがなりたいと思います。そのためにもう一度堀口選手と戦って確実に倒す、勝つっていうのが必要というか大事だと思いますね。堀口選手の怪我の状態がどんな感じなのかっていうのは分かんないですけど、本当に 100% の状態の堀口選手と戦いたいな。